バレエがむちゃくちゃ好きな王様は誰だ。ということで1670年代です。前回1660年代はフェルメールが活動していて、イギリスで王政復古が起き、第二次イギリス・オランダ戦争が勃発した時代でした。さて、スペイン絵画の最盛期もオランダ黄金時代も終焉間近であるためか、この時代から1730年代まで全体的に絵の数が少なく、これといった画家も少なく、美術界に活気がない印象です。16世紀も1570年代から失速しましたが、今回は次の世紀に入ってもしばらく活気がない状態が続きます。そしてこの1670年代はロイス・ダルが活躍していました。ロイス・ダルはオランダ最大の風景画家と言われています。彼はメランコリックで哀愁漂う作品を描きましたが、こういった画家の内面を投影したような絵は時代を先取りしていると言えるもので、実際彼は後の時代である19世紀の画家たちに大きな影響を与え、高い評価を受けることになります。しかし、そんなオランダ最大の風景画家と言われるロイス・ダルですが、当時のオランダではそこまでの評価を受けていませんでした。当時のオランダは市民階級の台頭によって絵画が市民によって買われる時代でしたので、特にこれといって定まった美の基準がなく、現代に通じる流行の移り変わりの激しさというものがあったためかと考えられます。1630年代に登場した巨匠レンブラントも晩年は時代遅れの扱いを受けましたし、前回1660年代に登場したフェルメールもそういった流行の移り変わりの影響で、もともと無名のようなものなのにさらに売れなくなったとも言われています。市民の流行の移り変わりは恐ろしい力を持っていますね。さて、まずタイトルにあるバレエがむちゃくちゃ好きな王様とは、かのルイ14世のことです。むしろバレエとか嫌いそうな顔してますけどね。こんな顔して踊っちゃうんです。しかも彼は踊りの名手でもあり、1661年に王立舞踏アカデミーなるものまで設立してしまいます。それによってバレエが現在のようなダンスとして体系づけられ、さらにプロのダンサーが育成され、バレエはヨーロッパ各地に広まっていきます。しかしこの時代にはタイツやカツラとかハイヒールとか、今からしたら冗談としか思えないようなファッションセンスが権威を象徴していたということに驚きますね。現代のアメリカ大統領とかがこんな格好をしていたら威厳も何もあったものじゃないです。時代の価値観とはこのように大きく変わるということがよくわかりますね。ちなみにカツラは前の世紀16世紀の不衛生な環境であったヨーロッパで、頭髪を短く剃って代わりにカツラをかぶってシラミ対策をするという目的と、普通にハゲを隠すためとかっこよく見せるためという目的のために使われるようになり始め、そしてこのルイ14世が使用したことによってヨーロッパ中に広まるようになったと言われています。実際ルイ14世を境にしてみんなカツラをかぶるようになっています。それ以前ではカツラをかぶっている肖像画はほぼ見当たらないです。そしてこれ以降ヨーロッパではカツラもかぶらず人前に出るなんてことはありえないこととなります。今だとこんなカツラかぶって就職の面接とか行ったらそれこそありえないことになり、即不採用決定ですね。いやもうなんか大学のサークル時代からずっとカツラかぶってるんで、いや今後もちょっとかぶって仕事したいなって思って御社に決めました。はい、いややっぱり人間何が一番大事かっていうとカツラですよね。いやもうカツラですね。はい。しかしこんな格好は現代で悪い冗談としか思えませんが、当時はこれが力強い男らしさの象徴であったわけです。時代が変わるといかに当時の価値観にのっとってそう見ようとしてもなかなか実感できるものではないですね。ちなみにルイ14世が太陽王と言われるのは彼がバレエで太陽神に扮したためです。今の時代でこんなポーズを取ろうものなら一気に権威は失墜しそうですよね。特にこのハイヒールはルイ14世自身が美しい客船美が保たれるとして奨励していたそうです。時代の価値観が違いすぎますね。あとルイ14世は背が低かったため、カツラで身長を水増しするだけでは満足できず、ハイヒールを履いたとも言われています。そしてルイ14世はこの前の時代の1661年に22歳で自ら政治を行う新政を開始します。そしてそこから絶対王政といえばルイ14世と言われるほどの栄光の絶対王政を1715年まで
死ぬまでの約50年間行い続けます。17世紀のフランスはルイ14世の世紀とまで言われるほど栄華を極めましたが、ルイ14世は胃腸が弱かったりで体調面はだいぶ優れなかったみたいです。そしてこの絶対王政の時代、特にルイ14世は膨大な数の人々を働かせ、国の財政を逼迫するほどの莫大なお金をかけて頻繁に祝祭を開きました。その祝祭によって自分自身の権威を誇示するわけですが、その中で一番重要な役割を果たしたのがオペラでした。ちなみにこの時代、オペラだけでなく、王が食事をするときも、野外で狩りをするときも、常にそれ専用の音楽隊が用意され、王のために作られた音楽を音楽隊が奏でていました。完全に王の携帯音楽プレイヤーのごとくです。このように長らく音楽は王侯貴族などの BGM 的な扱いでした。これも意外な話ですよね。かの神聖なクラシック音楽、コンサート中は席一つ許されない崇高なるクラシック音楽が当時はただの BGM 扱いだったとは驚きですね。当時の作曲者もそれを想定して作っていたわけですから、まさか後の時代にこんなにかしこまって聞かれるとは思っていなかったでしょうね。そしてこのルイ14世の寵愛を受け、この時代のフランス音楽界を牛耳っていた作曲家がルリです。ルリはもともとイタリアで生まれましたが、その後フランスに帰化しています。そして彼はルイ14世と友情に近いくらいの緊密な関係を結び、ルイ14世から絶大な庇護を受け、宮廷音楽監督に任命され、相当な権威を欲しいままにします。そしてこのルリによってイタリアとは異なるフランス独自のオペラが確立され、この時代のフランスの音楽は後にフランス音楽の古典とされるようになります。さらにルリはこの前の時代の1664年からルイ14世によって引き合わされたフランスの喜劇作家モリエールと共作しています。しかしルイ14世は若い頃からバレエを踊り狂っていたのですが、突然飽きたかしてこの1670年を最後に一切踊らなくなってしまいます。その1670年にモリエール台本、ルリ作曲で作られたのがこの曲です。1670年にルイ14世がバレエを踊らなくなると、それまで宮廷が舞台であったバレエは今後劇場を舞台にして職業ダンサーが踊るものへと変化していきます。バレエといえば現代では女性が白い衣装を着て短いスカートを履いて踊るイメージですが、もともとは男性が踊るものでした。そしてこのルイ14世の時代も男性が踊っていました。女性ダンサーが登場するのは次の時代1680年代からで、そこから徐々に女性ダンサーが増えていき、本格的に女性ダンサーが人気を博するようになるのはルイ14世の死後1720年代からとされています。ちなみにこのフランスの音楽界を牛耳っていたルリは次の時代の1687年にオーケストラの指揮をしている最中、熱が入りすぎて指揮棒が原因で死んでしまいます。指揮棒ごときで死ぬとは意味不明な感じですが、当時は杖のように長く重い指揮棒を床に叩きつけて拍子を取っていましたので、それを誤ってルリは自分の足に突き刺して死んでしまったというわけです。と言ってもそれが致命傷になる意味が不明ですよね。実はこの時代は現代と違って科学が未発達だったため、簡単な傷でも壊して死ぬ時代でした。今でしたらマキロンを吹きかけてオロナイン塗って絆創膏でも貼ったりはいつか治りそうなもんですが、19世紀に科学が発達するまではちょっとした傷でも傷口の細胞が死に腐敗して死に至るという恐ろしい事態になっていました。ですので特に戦時中などではちょっとした傷を負っただけでも手足を切り落とすことなどが日常茶飯事だったようです。しかも麻酔なしです。むちゃくちゃ恐ろしい時代ですね。さて1650年代、1660年代と第一次イギリスオランダ戦争、第二次イギリスオランダ戦争が続けて起きましたが、この1670年代に最後の第三次イギリスオランダ戦争が起きます。今回イギリスはフランスと事前にドーバーの密約を交わしており、イギリスとフランスでほぼ同時にオランダに攻撃を仕掛けました。オランダ危うしです。しかしオランダはなんとかイギリス海軍を撃破してオランダへの上陸を阻止しました。
そしてイギリスは財政難に陥ったこともあって、オランダと講和条約を結び、イギリスとオランダの戦争は終わります。しかしこの戦争の間、オランダの国土は荒れ果て、経済状況はしばらく低迷してしまいます。そして戦争による経済状況の低迷などが原因で、オランダ黄金時代の最盛期である17世紀中頃と比べると、17世紀末は画家の人数が4分の1までに減ったそうです。このようにオランダ美術市場は完全に崩壊してしまいます。これがこの時代以降、美術界が全体に活気がなくなることの大きな要因の一つだと思われます。そしてこの時代に微生物学の父とも呼ばれるレーベンフックが歴史上初めて顕微鏡を使って微生物の存在を発見しました。次第に科学的発見が増えてきましたね。しかしその存在が誰にも知られていなかった目に見えない動き回る生物を初めて発見した時ってどんな気持ちだったんでしょうかね。衝撃的すぎて信じられなかったんじゃないかと思いますね。さらにこの時代には人間は考える足であるって有名なパスカルのパンセが出版されました。パスカルはかなり多彩な人物だったらしいのですが、39歳の若さで亡くなってしまいました。このパンセはパスカルが死んで約10年後に出版されたものです。人間は考える足であるとは、人間の存在としての弱さや小ささを表現している一方、考えることができる人間は偉大であるということを言っています。何を考えるかによりますけどね。それでは最後にこの時代に描かれた絵を3枚紹介します。最初の絵はこちらです。この絵は紀元前300年代頃にアレクサンドロス大王が東方を遠征し、古代インド王のポロス王を倒す場面が描かれています。しかしアレクサンドロス大王は最後まで戦い続けたポロス王に感銘を受け、ポロス王にそれまでの地位と領土に加え、さらなる領土も与えたとされています。ルブランは1640年代に紹介したシモン・ブーエの下で学び、その後王立絵画彫刻アカデミーを通して古典主義美術をフランスに広めることになります。しかもルブランはその王立絵画彫刻アカデミーの創設に関わった人物でもあります。そしてこのルブランは音楽家リュリと同様、ルイ14世に相当な信頼を置かれ、ルイ14世の第一画家としてベルサイユ宮殿やルーブル美術館などの内装を担当するなど、フランスの全ての美術事業の監督者となり、この時代のフランス美術を支配し、大きな影響を及ぼしました。ちなみにベルサイユ宮殿は次の時代1682年に完成し、その宮殿の建築様式やそこでの宮廷の華やかな生活様式までもがヨーロッパ各地の宮廷で模倣されました。フランスの時代到来といった感じですね。まずルブランは王立絵画彫刻アカデミーにて美の基準を一挙に体系化します。それはラファエロと1630年代に登場したニコラ・プッサンを規範とする美です。ニコラ・プッサンももともとラファエロの影響を強く受けていますので、1510年代にもお話ししたように、ラファエロこそが西洋美術の理想的規範として大きな影響を与え続けることになるわけです。さらにこの王立絵画彫刻アカデミーにて、聖書や神話などを題材にする歴史画が最上位のものとして決定されます。その理由としては、歴史画を描くには幅広い知識を必要とし、多くの人物や風景や生物など全てのジャンルを書き込む高い技術が必要とされるからというものです。そしてその下に位置するランクの順番として、次に肖像画、その下に付属画、そして風景画、生物画という序列まで決定してしまいます。しかも画家の地位も同様に、歴史画を描く画家が一番偉く、それ以外の格下のジャンルを描く画家は基本アカデミーでの教授以上の職に就けませんでした。もうガチガチの制度ですね。そして絵画とは理性に訴えるものであると定義し、そのために正確な人体比や遠近法やデッサンを学ぶよう指導されますが、特に色彩よりもデッサンの方が最重要項目であると決定されます。ここにアートの自由はありませんね。そして後の時代にドイツがイメージするような軽薄でふわふわしたフランスのイメージも一切ありません。そしてフランスはこういったがんじがらめの古典主義美術の制度を敷いたため、当然画家の自由を制限することになってしまい、優れた画家が登場しづらくなってしまうということにもつながりました。こういうことがこの時代以降、これといった絵が少なくなっている原因の一つなのかなとも思います。そしてこの時代にそういった反発から
色彩とデッサンのどちらが重要かという論争が巻き起こりました。もともとは当時からデッサンをおろそかにしていると言われた1530年代に登場したティチアーノをこの時代でも同じように批判したことから始まったと言われています。そして色彩擁護者は1610年代に登場したルーベンスを、デッサン擁護者はニコラ・プスさんを盾に論争を繰り広げます。結局次の世紀である18世紀初頭にルーベンス派である色彩派の勝利に終わり、18世紀後フランス美術は古典主義美術から新たな方向へと進んでいくことになります。このようにルブランを筆頭とした王立絵画彫刻アカデミーはこの時代のフランス美術のあり方だけでなく、その後の西洋美術の方向性にも多大な影響を及ぼしました。次の絵は1650年代に紹介したスペインの画家バルデス・レアルによる作品です。かなりかっこいいですね。これは前回お話ししたバニタス画ですが、バニタス画の中でも群を抜いた存在感を放っています。そしてレアル自身の最高傑作ともされています。大釜を持った死神が右手で生命の象徴であるろうそくの灯火を消しています。その上にラテン語で瞬きをする間にと書かれていて、これは人間の命が何の前触れもなく一瞬のうちに奪われることを意味しているとされています。そして死神が地球儀に足を置いていますが、これは地上における映画も突然の死とともに踏みにじられ葬り去られる運命にあるということを意味しています。その地上の映画とは周りに散乱している王冠や剣や書物などで象徴されています。実はこの絵は対になった2枚のうちの1枚です。これと対になる作品がこちらです。この絵の棺の手前にこの世の栄光の終わりと書かれており、ここに葬られている資料などどんなに権勢を誇ったものでも容赦なく死は訪れ、その栄光は終わるといったことを意味しています。ちなみにレアールはこの絵のように前回紹介したムリーリョと全く正反対の絵を描きましたが、2人は良きライバルとして技量を磨き合う仲であり、しかも2人でスペインに美術アカデミーを創設する運動まで起こすという間柄でした。全然絵の傾向が異なっていて意外ですよね。ということで1670年代は後にオランダ最大の風景画家と言われるロイス・ダルが活躍し、フランスではルイ14世を中心にして音楽家のリュリが活躍し、同時に画家ルブランが王立絵画彫刻アカデミーを通してフランスの美術界に大きな影響を及ぼし、そして第3次イギリス・オランダ戦争が勃発し、レーベンフックが微生物を発見し、パスカルによるパンセが出版された時代でした。次回は1680年代です。科学的発見が続いてきたところでついにニュートンが登場します。それでは。